皆さんこんにちは。ベジフルキッチンエッセンスへようこそ。今日のお料理は前回の恵方巻きの続きの四海巻きを作ります。つやつや美味しい寿司飯の作り方、巻き酢の使い方、海苔の使い方、組み立てなどをお伝えしていきます。しっとりふっくらつやつやの寿司飯の作り方。寿司飯の材料はこちらです。寿司飯1合分、ご飯 330g、米1合に対して塩小さじ1、砂糖大さじ1、酢大さじ 1.5 杯。加熱せずによく混ぜて塩と砂糖をよく溶かします。お米3合分ならそれぞれを3倍してください。材料は一旦停止をしてご覧ください。概要欄にも記載しています。ご確認ください。寿司飯の作り方、レッツクッキング。寿司桶があるときは米がくっつかないように、まず濡れ布巾で拭いてから熱々のご飯をよそります。お米はお水の量を1割減らしたちょっと固めに炊いておくと良いでしょう。水をよく混ぜ、しゃもじを伝わらせてご飯全体に行き渡らせます。しゃもじを縦に切るようにしてくるりと返し、寿司酢がお米に馴染んだらうちわで仰いで冷まします。もう一度混ぜて粗熱を取ってからご飯をひとまとめにし、濡れ布巾をかけて冷まします。これでふっくらつやつやの寿司飯の完成です。巻き酢の使い方。巻き酢には裏面と表面があります。竹目が表側で寿司を巻く方です。結び紐は上向きに置きます。裏面にはボコボコの凹凸があり、伊達巻きの形付けに使用します。表面の竹のつるっとしている方をお寿司に使う方が適しています。海苔の使い方。誰でも飾り巻き寿司がきれいに巻けるように海苔は半分を使います。19センチ ×21 センチの長い方を半分にカットして使います。つるっとしている面とザラッとしている面があります。ザラッとしている方の面にご飯を乗せて使います。寿司飯が手につかないよう手酢を使います。エンボス加工の手袋も便利です。半切りの海苔1に対して細巻き寿司なら 80g、太巻きなら 100g がおおよその目安です。寿司飯を均一に広げるためにあらかじめ半量の寿司飯を取り、棒状にまとめて海苔の上に乗せます。もう半分の寿司飯も海苔の中央に棒状にして乗せます。半量ずつ寿司飯を下へ広げていきます。押さえつけないでほぐすように広げます。両端は手を添えて海苔の端までご飯を広げます。手に寿司飯がつかないように時々手酢を使います。同じようにもう半分の寿司飯も均等に広げていきます。端からはみ出ていたり不足はないかチェックします。一般的な太巻きの場合は海苔代の手前を少し高くすることで具が中心に入り巻きやすくなります。横から見るとこんな感じです。寿司飯を棒状にするときはふんわり丸めるのがコツです。寿司飯を広げるときは無理やり引っ張ったり指の腹で押しつぶすと食感がよくありません。飯粒が潰れないように気をつけましょう。市松模様の四海巻き。材料はこちらです。材料、刺身、マグロ、サーモンなど 1.5 センチ角×長さ10センチを2本、卵焼き 1.5 センチ角×長さ10センチを2本、寿司飯 150g、ゆかり適量、海苔半切り3枚と半分、きゅうり10センチ1本。アレンジは中身の市松模様を変えることができます。刺身を変えたり、卵焼きを山芋に変えることができます。それでは作ってみましょう。レッツクッキング。まずは具材のきゅうりをカットします。このような場合はまっすぐなところを使い、曲がったところはサラダなどに使用しましょう。先端の細い部分も外します。なるべく太さの揃ったまっすぐな部分を使いましょう。こんな感じにカットできました。次にマグロをカットします。まずは長さを10センチに揃えて厚みを 1.5 センチにカットしたいと思います。それぞれを 1.5 センチの幅にカットして合わせます。卵焼きを使う時も同じようにカットします。次に対象になる色のお野菜もカットします。同じく
1.5 センチ角にカットします。きっちり正方形になっていると出来上がりがきれいに決まります。刺身の水気を拭き取り、塩を振って生臭さを取ります。裏面にも同じように塩を振って水分を拭き取ります。食材は無駄なく使い切る。余った山芋やマグロもこんな風に、山芋の皮はお好み焼きなどに入れると良いでしょう。寿司飯の広げ方、20円を巻く。半切りの海苔1枚は4分の1を切り取って外します。外した分は後で使うので取っておいてください。半切りの海苔1枚も用意します。手酢をつけて白い寿司飯を小さい方の海苔へ広げます。海苔の向こう1センチを海苔白として取っておきます。寿司飯を均等に手前へ広げていきます。両サイドは手を添えて海苔の端までご飯を広げます。残りの寿司飯も同じように棒状にして海苔の半分へ乗せて広げます。はみ出ていたり足りないところがないように均等に広げます。次に海苔1に同じように紫のゆかりのご飯を均一に広げていきます。寿司飯が均一だと綺麗な20円になります。白寿司飯の方に風味付けで白ごまを振ります。巻き酢を用意し、白寿司飯を用意します。きゅうりの芯を置いて手前を巻き酢と一緒に持ち上げて一気に丸く巻いていきます。丸く形を形成するように巻き酢を使ってコロコロと丸く形成します。次に紫寿司飯を巻き酢の上に置き、白寿司飯で巻いた太巻きを芯にしてくるっと一周巻きます。しっかり海苔を閉じたら、ご飯が海苔からはみ出ないように巻き酢の端でご飯を両サイド整えます。綺麗な20円になりました。同じく巻き酢を使って丸く形成するように形を整えます。市松模様を組み立てる。先ほど余った海苔を細く4枚カットします。米粒でつなぎ帯にします。2本の帯の上に市松模様になるようにマグロと山芋を乗せていきます。海苔で閉じて形が崩れないように留めます。隠れて見えなくなるので止まっていれば大丈夫です。2箇所留めておくとずれることがなく綺麗な市松模様に仕上がります。紅白模様ができました。卵やマグロ、煮た人参やサーモンなども代用できます。次に先ほど巻いた20円の海苔巻きを縦半分にカットします。海苔1枚を先にカットしてから下までまっすぐにカットします。次に半分をさらに半分にカットします。同じものが4本できました。組み立て。飾り巻き寿司の組み立ては巻き酢を縦ではなく横に置いてお寿司を横から巻いて中身を確認しながら巻くのが上手に巻くポイントです。海苔1を用意し、つるっとしている面を下に向けておきます。2分の1も用意し、海苔の方向を揃えて米粒で貼り合わせます。海苔を1センチ重ねて貼り付けます。最後に海苔をキュッと締めるので海苔が剥がれないように逆向きに置きます。4分の1にカットした海苔巻きをきゅうりの角を下に向けて海苔を背合わせに置きます。市松模様のパーツの角を隙間に合わせるように配置します。残りの2本も角にきゅうりが来るように海苔を市松模様に乗せて巻き酢ごと1面ずつパタンパタンと倒しながら巻いていきます。最後に巻き酢を縦方向に置き直し、寿司飯を締めて海苔を閉じます。最後に巻き酢で形を四角に整えて出来上がりです。カットしてみます。まずは半分にカットします。まだ海苔がパリパリ切りにくかったら少しなじませてからカットしてください。
盛り付けは真ん中にきゅうりの丸がきれいにできるように盛り付けてもらうと、視線がそこに集中するので揃ってきれいに見えます。色違いバージョンはこちらです。市松模様の四角巻きができました。それでは市松模様の四角巻き試食してみたいと思います。今回試食するのは山芋とマグロの四角巻きになります。それではいただきます。聞こえたかしら、シャキシャキの音は。ぜひ作ってみてくださいね。このチャンネルでは他にも野菜を使ったいろいろなお料理やお家で再現しやすいお料理をご紹介配信しています。これからどんどん増やしていく予定です。ぜひチャンネル登録をしてお楽しみください。また Twitter、Facebook、インスタなどもいろいろアップしています。そちらもフォロー、いいね、シェアしていただけると嬉しいです。今日はこの辺で終わります。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。また次の動画で会いましょう。では。